タッタッタラッタッタラララッタ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 ラッタッタララッタッタッ。どうも小池です。どうもトヨです。何も言わへんよ。まあそういう時もあります。なんで有名なインキャハウスのオープニングということで。はい、ということで本日は何でしょうか。はい、今日ですね、悪魔の実あるじゃないですか。はい。悪魔の実ってめちゃくちゃ YouTube で再生されるんですよ。はいはいはい。と言いますのも、僕たち悪魔の実のこの系列のサムネかクローバー博士のこの系列のサムネめちゃくちゃ登場します。そうですね。というわけで今回はですね、悪魔の実の能力者最新版まとめ。しかもパラミシア系ということで。はいはいはい、超人ですね。そう、超人ですね。他に何があったんだった？ゾーンとロギア。そうなんですよね。悪魔の実をまとめたら、めちゃくちゃあったんです。めちゃくちゃ目しばしばしてるね、今日どうした？いやもう花粉症なんですよ。あ、花粉で？だから今日そんなあんま喋らないの？はい、調子が悪い。調子悪い。そう。帰りたい。はい、なんと今日から3日連続で悪魔の実の能力者をまとめる企画をやりたいんですけども、あまりにも数が多いんで、パラミシア、ロギア、ゾーンと3日間に分けて紹介します。なるほどなるほど。はい、しかも完全版ということで、ゲームとかイベントとかそういうオリジナルの悪魔の実も今回網羅してます。はい、なんでこの3日間めちゃくちゃ聞き込む。めっちゃ首我慢するやん。いや、もはや我慢してへんね。してるね、もうね。大丈夫ですか？はい。ねむねむの実ですか？ちょっと目がシパシパするんですよ。ということでちょっとね、一応小屋ちゃん調べなのでちょっと不確定なものもあるんで、そこはちょっとご容赦ください。はい。はい、シェアハウス？はい、お願いします。シェアハウス？シェアハウスじゃないよ。インキャハウス？インキャハウスでもないよ。まず一つ目、モンキー・ディ・ルフィゴムゴムの実ということで。もうこれは全世界の人が知ってる実やね。どんな実ですか？こういう実。いや、しかもそれラッキールーの真似やん。それゴムゴムのとかやってほしいんだけど。確かにね。トヤ君も一回ね、ゴムゴムのなんか能力まとめみたいなやつで必殺技をやってた回があります。そう。あんなん最近やらないんですか？あれ疲れる割に伸びひんのよね。なるほど、ちょっとご覧ください。ゴムゴムのピストル、ゴムゴムのムチ。なんか若手芸人のネタ見せみたいな。いやいや、これは基本の技なんでね。めっちゃ踊ってたよ、あの時。いや、踊ってないのよ。これ技真剣にやってんだよ。なんか最近もうギアフォースになってからたくさんのゴムゴムの技出てるんで、そうやね。今回高評価が2000以上いったら東役の最新版のゴムゴムの2000ではやらへんな。5656以上。必殺技まとめるんで、なんとか2000よろしくお願いします。5656以上でやります。はい、続いてバギーバラバラの実ということで、はい、これはもうゴムゴムの実に続いて2番目に出てきた作中の悪魔の実になるんですけども、全身がバラバラになるということで、これ便利っすよね。斬撃無効やからね。そう、しかもね、その足さえついてたら体飛べるってどういう理屈なんとは思うけど、そういう意味で偵察とかもめちゃくちゃ便利だし。そうよ。だけどどんな使い方しますか？まあバラバラの実は食べないかな、僕は。帰る今日。俺しか喋らないの今日。はい、続いてアルビダ、スベスベの実ですね。肌がスベスベになり摩擦抵抗をなくすことができるということで、これずっと疑問に思ってるけどさ、スベスベになるからってめっちゃ美人になるってどういうことなんだ、俺は今まで思ってるんだけど。まあそれはフィギュアスケートの選手がなんとなく綺麗に見えてしまうのと同じ現象ですね。そういう目で見てるの自分は。いやいや、その安藤美希さんとかもやっぱフィギュア上の方がなんか綺麗に見えとったわけじゃないですか。フィギュア上って何？スケートリング上の方が。スケートリング？そういうことだと思います。ああ、なるほど。はい、ジェム。これジェムってわかりますか？鼻くそ野郎ですね。ファイルですね。ボムボムの実ということで、全身あらゆるところを起爆させることができる。これどういう感じですか？ボム兵って感じですね。なんでマリオ出てきたの？いや、爆発するから。いやいや、もっと爆発する例えあると思うんだけど。でもさ、起爆させるって言ったらさ、序盤においては結構チートな気しない？強そうな実ではあるんですけどね。そうだよね。だからちょっとなんかもっとうまいなんかノーズファンシーキャノンとかさあったけど、もっとなんかうまい使い方あったんちゃうかと思う。そうっすね。なんで鼻くそを選択しちゃったんですかね。続いてミキータですね。僕好きなんだよね。なんかコアな人気ありますよね。そうそう。目がちょっとねいっちゃってるのがあれないけど、なんかすげえ可愛らしくて、キロキロの実ということで、自分の体、体重をですね 1kg から1万 kg まで自在に変えることができる。ダイエットいらずでいい意味ですよね。そうよね。でもコントロールするっていうと、その1万キロまで増やせれるって言ったら戦いにおいて相当強いよな。いや、そうよ。相手の上にのしかかった瞬間にもう勝負決まんじゃん大体。はい、続いてギャルディーノ、ドルドルの実ですね。めっちゃあくび我慢するやん。3ですね、3。そう、いやもうあくびしながら息吐くように言うやつなんで。はい、体からローを出し操ることができることで。そう、意外にマズラの毒を防いだりね、優秀な実ですよね。僕は結構ね、この家を食べたいなと結構真剣に思ってたんで。いい熱いとこ行かれへんようになるで。いや、もうそうかもしらんけど、結構な高度があるっていうことと、どこ行ってもこれ自分の家みたいに
さ建築することができるやん。確かにね。であとはなんつっても造形ができるっていうのがああ、フィギュアとか。そうすごくないその能力って、はい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 。続いてワポルのバクバクの実。これいっぱいね食べてね金持ちになれるみたいね。そうそうそう、あらゆるものを食べることができるんだけどもそカービィみたいにちゃんと食べたものを得れるっていうのはすごくない？そう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 。ね、ただ単に食べるだけだったら、ちょっとあんま役って大変かなと思うけども、まあギャル曽根さんにはなれるけどね、食べるだけでも。食べるだけでも大食いタレントにはなれるから。タレント目指してるのこれは。いやかもしれん。タレントになれるみ。あ、そうなうんん。だ、いっぱいたくさん食えるから。だっていっぱい食えるようになるから。でもさ、俺ワッポルがね最初から能力者っていうことに対しては何の不満もないしふーんって思ってんねんけど、どういう経緯でワッポルがこのバクバクの実を食べたんだろうっていうのはちょっと気になれへん。確かに。経緯をなんか別に王様なんで自分が先頭に立つ必要ってあんまないと思うんですよ。実際アラバスタのコブラとかも別に能力者なわけじゃないし、リコーとかも強いかもしらんけど別に能力者とかじゃないでしょ。確かにね。一国の国王がちゃんと悪魔の実を食べてバトルしてるっていうのがなんかすげえ違和感あるなと思って改めて。多分ブルーベリーと勘違いしたんよね。え、ワポルって多分ちょっと目悪いから目悪い？そう目悪いのよ。だからブルーベリー食ったら目がいいっていうこと聞いて世界各国のいろんなブルーベリーを集めたところを間違って入ってたみたいなパターン。その DHC のサプリみたいな。続いて黒ずみ日暮とベンサム。はいはいはい、はい、何の意味ですか？マネマネですね。そうです。右手で顔に触れたことのある人間ならばいつでもそっくりに変身できる。これ左手でねバーンってやると戻ると。そう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 、はい、まあこれモノマネタレントになれるいい意味ですよね。いやなんでそんなテレビ映えすることしか考えてないの？戦闘向けで考えてくれる？ああなるほど。ちょっとでも自分はどんなんかやってみたいよな。はい。ちょっとね僕もやりたい。 Yes we can って。なんでそんなえらいでっかいとこ行ったんやろ？手越優やんなんとかそうなんじゃん。それはもういいのよ別に。なんで？はい、間違えるそう最近よく間違われるって言ったら怒られるから俺。なんで？いやいやその手越さんのファンもたくさんいらっしゃるから。ちょっと天気やってっていやいや怒られるから。はい。やってみて。ていいやちゃんとやってくれ。ちゃんと振り付けでやってくれ。いやほんまに怒られるから。ニコ・ロビン花々の実ということで体の各部を一定範囲内であればあらゆる場所から生やすことができるということ。これなんかよくわからんみよね。そう俺もよくわかんなかった花々って。でもその花が咲くように自分の手とか足とかをそこら中に咲かすってことなんですけども、最近は能力を極めてきました。はいもう完全に極めてきましたよ。極めてきてるやん。はい撮影をもうはいでもうなんか自分の分身を作れるようにまでなってるってこと。確かに確かに。すごいよね。いやすごい意味ですね。ね、もし分身作れたらね家にいながらして収録できるやん。これそうですね。ね代わりにやっといてほしいね。ラズボーネス、んスパスパの実、これも登場した時めちゃくちゃ強いなと思ったね。そうですね。体が刃物になるってさ究極やんなって。いやもうだってねさばいていくっていうのもね簡単にできるようになるんで。だからなんでその YouTuber タレント向きな能力がなんでいやいやすごいいけるかなと思って、おうおうはい、今日は足でさばいていくっていやお行儀悪いよ。続いてザラトゲトゲの実ですね。ちょっと服とは相性悪そうやね。そうやね、体からトゲを生やすということなんですけども、これはもうバトル向きじゃないちょっと。まあファッションブランドにはなれなそうやね。でもこれ波と戦ってた時波を痛そうやったやろ本当にね。そうまあ波ってどっちかってちょっとひ弱な感じやった。今もっと強い屈強なね女子って感じするけど、なんだろうあの時やっぱベビーの思い背負ってるからこそもう痛くもないみたいな感じでもう血だらけになってもんなんかね。そうあんな絶対痛いよ。ルフィがバラティエ編の時にクリークにトゲトゲのやつを平気でパンチしていくやん。してた。あの時いったと思ったけど、まあルフィだからとは思ってたわけど、そのナミちゃんももっと鋭いトゲやったよあの時。そういったと思ってもうめっちゃ応援した俺ほんま。続いてヒラオリオリの実。折り入らずになるね。どういうこいやいや刑務所いらんようになるからっていう。代わりにほらずっと折り折りできるから。確かに調子悪いね。体の各部を檻にすることができるということで、これはやっぱ海軍ならではというかそうね。海軍にとっては必要な能力ですよね。なんかねいい意味。でもなんか体からまあ檻を作ってロックするっていうのは、バトルにおいて最後の方には役立つけど前半相手を弱らすところまで、例えばモンスターボール最後投げるところはいいけどそれまでの戦いっていう意味ではちょっとなんか不利な気がしちゃうの。だって近づかんかったらいいだけの話やん。確かにね。そう思ったらなんかどういう戦い方がもっとできるのかなっていうのはちょっと気になる。はいはい確かにね。ベラミバネバネの実、体をバネにすることができる。は
はい、どうですか？プロレスとかできそうやね。こういうやつなしでバネできるってことでしょ。こういうやつだ、こういうやつ、こういうやつ、ロープな。そう何こういうやつフォクシー、ノロノノミ。ボクシング界でてっぺん取れるね。ホルンもそうやしな、ノロマ講師の光線を放つことができるということね。続いてブルーのドアドアのみ。どこでもドアごっこができるね。触れた場所にドアを作り出すことができる、これがやっぱ一番大事なところは、ドアを作ることではなく4次元空間に行けることだと思うよ俺は。なるほど。それってすごくない？まあミラミラの実とかもそうなんだけど、鏡の世界に入るっていうのなんとなく分かるやん。はいはい。でも4次元空間って僕たちの概念ではよく分かってないわけですよ。そうよ。そう、それを入ったり出たりできるっていうのは、4次元空間ってブルーノの他に誰かいる可能性あるのとかさ、なるほど。いろんなことを考察する材料になるんだと思って、当たり前に出てきてたけど結構えぐくない？気になりますよね。ね、悠々白書でいうとこの五木の能力のおお。そう闇なでみたいなそう、闇なりのなんかね、そうですよね。髪の中入っちゃうみたいな。そうそうそう。続いてカリファ、あわわのみ。ああ、ミューズのタレントになりますね。何ミューズのタレントって？先見とかの出してる顔とかのミューズの。ミューズ薬用石鹸ミューズ。あ、そうそう、それ。美少姫なの？いや、タレントになれるなと思って。何タレントを生み出す集団なの？体から青を出し操ることができるということで、中学も好みを食ったとか食ってないとか。あ、まさに洗顔もしよしシャキーン。はい、ということであわわの実はルフィたちとの戦いの結構直前に食わされてたんで、そうね。もうちょっとでもこの能力を理解して使いこなすことができてたら、ナミには勝ってたんちゃうかと思うねんけどね。まあそうやね。TikTok のフォロワーも増えとったしやろうしね。大事なとこ噛んでしまってるやん。ベリーグッド、はい、ベリベリの実。これはもうワンピースマニアみんながいらない実と認定した実ですね。そうですね、唯一のすけさんだけが救うことができたという。はい、はい、もしよかったらこの回も面白いで見てください。最弱の悪魔の実ということで、はい、今のところ僕たちは認定しております。体の各部を果実のように丸くし分裂することができるという、説明聞いてもよくわかんない。いや、そうなるよね。はい、続いてシュー、サビサビの実。触れた金属を錆びつかせることができる。こちらもですね、あんまりこう目立ってない実というか能力弱いんじゃないと思いがちなんですけども、なんとゾロの刀を錆びさせてることができる。そう、湯走りよね。そうっていうことは、その剣士にとって天敵じゃねえのって思う。ほんま iPhone 使われへんから不便そうやったけどな、シュウさん。iPhone でも錆びるわーっていう感じやでしょ。調整はできるでしょ、自分の中で。確かに調整できへんかったらほんまクソやな。確かに。続いてシャリングル、はい、シャリシャリの実ですね。こちらもよく分かってないんですけども、体の各部を車輪にし回転させることができるということで、はい、まあ、D51 って感じですね。なんでなんでヤンクミヤンみたいな。ちょっと歌ってもらっていいですか？走り出せ。ちょっとどうもかいじゃん。あ、そっちなんで急に嵐やつ？いや、ちょっと分からんかったから今。はい。続いてブルック、読み読みの実。死亡しても一度だけ蘇生することができるということで、そう、はい、もう2年前は僕がこれが一番最弱の実やと思ってたんで、泳げなくなるだけで、一度死んだら、一度死ぬっていうもう発想がそもそもないから戦いに。それで蘇ったって、いや、めっちゃ悪意するやん、どうしたん今日。だってね、俺思うんやけど、じゃあ死んで蘇ることができるのは確かに素晴らしいことなんだけど、じゃあ強い相手に殺されたとするやん、僕はね、でもその場でまた魂がフラフラフラって戻ってくるわけでしょ。一回の瞬間にもう一回殺されるやんと思うやん。いえ、死んだふりしとくん。クマを目の前にした感じと一緒。でもちょっと見聞色あるやつだったらその死んだふりとか通用せんと思うんだよ。確かに。そうだからちょっとなんかこれ弱いなと思ったんやけど、2年後なんと幽体離脱して魂だけで行動できたり、黄泉の霊気を操ることができることが分かりまして、こちらもね、なんとビッグマムのね、目を盗んでちゃんとポーレングリットの写しを取ってくるっていう大役をしてるわけで、優秀よ。そう思ったら、読み読みの実ってめちゃくちゃすごいやんと。できたら一度死ぬ前にこの能力が開花してできるようになってたらよりいいなとは思ってるんですけど、まあ確かにね。続いて月光モリア、影の実ということで、影を自在に操ることができますね。はい、こちらどういう活用しますと、役だったら影芝居みたいなあるじゃないですか、このパペットマペットみたいなやつの。パペットではないんやけど、まあそういう切り絵集団みたいなのができるようになりますよね。影絵集団か。はい、まあだから一人でタレントになれるっていうすごい優秀な能力ですね。またタレントいいですね。赤間さんっぽいし。続いてペローナ、ホロホロの実。霊体を生み出すことができる、幽体離脱をすることができる、幽霊に触れるとネガティブになるということで、
まあお化け屋敷開けるね。俺一個思うねんけどな、ネガティブになるじゃんな、飲みになりたいとかなるやんか。あの時だってルフィたち決して弱くはなかったよ、まだね、修行前とはゆえ。どうなんカイドウとかに使って効くん？いやでもカイドウは多分日頃から対策してると思うのよ。何対策？その自分が情緒不安定な時のことを考えて、もうめちゃくちゃ自殺の練習とかもしてるわけやん。それにそうだからね、多分ネガティブになってもあいつは強いと思う。あいつね効かなそうやな。そうシャンクスとかにはちょっと効きそうやな。あーでも世の中の海賊多分結構ポジティブ集団多いと思うからそうや結構効くよなこれ。効くこれ一段絶対壊滅させるぐらいの実力あるよね、んだってさ海賊島蜂の巣にモリアが単身乗り込んでったやんか。おでそれでアブサロムの敵を撃つのかどうか分かんないけうんど正直ペローナ単体の方が倒せそう。可能性ありますよね。そうだってホロホロホロっつってあそこにいるなんかみんな陽キャの集まりみたいな島やんそこ、まあね。全員ふわーってこう通してったら、幹部は分からへんけど雑魚代わりにはちょっとすごいいやめっちゃいいと思う。ねおう続いてアブサロムとシリュウ。はいはいこちらスケスケの実ということで自分の体で触れた人や物を透明にすること。うんこれ大事なのは自分だけじゃなくて触れた物や人も透明にできるってこと。そうこれ便利じゃないですか、うん物体消失マジックができるようになるね。これ東役ではどんな使い方するんですか？物体消失マジックとして使うね。いや聞いたね今ねいいのよそう YouTuber 目線のそう解説は。えでもすごくない？それできるようになったら。え今からここに物を出現させます。3、2、1。出たこれ編集で無駄な手間超えてるだけやろ続いてバーソルミュークマということで肉2級の実ですね、手のひらの肉球で触れたものを弾き飛ばし高速で移動することができるということで、はいこちらはどんな能力でした？まあ旅行代理店になれるみやね。旅行って船とか車とか飛行機自分で行くからおもろいやん飛ばされて何が楽しいんそれ。え、そう俺飛行機乗る時間結構嫌いやけど。嘘やん、そほんまこも旅の一つやんか。ああ、そう、うんおー、なるほどね。でもさダメージとかまで蓄積することをなんかパワーとして残しててポンってできるやんか。確かに。すごくない？だから瀕死のやつめっちゃかけ回してスパスパスパってもう疲労ばっか集めてって高速でも移動できるから帰ってピャッて横でピュッてじゃあえ、じゃあこれブラック企業とかで使ったら最強の実よね。社員を無限に働かせれるというか、疲れ取ったるわーみたいな。すごいこれいい意味ですね。あ、なるほどなるほど、はい続いてボアハンコックメラメラの実ですね。相手を魅了し石にすることができる。これも気になるんですけども前任者誰なんっていうこと。そうじゃあこの時って天竜人が面白がって食べさせたわけでしょ。それがたまたまメロメロの実だったからよかったけどさ、他の実だったらどうなんだろうと。確かにね。じゃあそもそもメロメロの実も多分前の時代とかにもあったと思うからうんその時に例えばブッサイクなねおばちゃんとかが食べてもほんまに石になるって話。ならへんのちゃう？韓国は世界三大美女ぐらい美しいからみんな石になってるけど、仮によ、森三中の方とかがメロメロに食ってもあまあそうやなみたいな。よくここで固有名詞を出すでちょっと今気になるワードが一つありました、はいワンピースの世界三大美女って言いましたけど残り2人誰なの？え、もうそれは日和と白星やろ。何をほんってでもね今話してて思ってんけど、はいハンコックじゃなくてじゃあ森三中が食べてたとするやん、うんそれも女性やん。女性。男性食べてもなるんって思う。いやそれは小栗旬とかが食べたらなるけど、もう俺とか食べても多分意味ないよ。フォローしづらいな続いてマゼラン、はい毒々の実ですね、う体から猛毒を分泌することができるということでどうですか？まあこれはね、毒の研究にすごい役に立ちますね。まあ毒の研究者になるといいと思います。なんていや現実で食べた場合はね。だってさ、ルフィですらも瀕死の状態でイワン国がいたからたまたま勝てたようなもんやけども、おらんかったら多分死んでたよね。いやそうよね鎧横背の毒とかもあるから、毒って唯一ワンピースの世界で有効な手段だなって思う、ね、いやそう、すごい強い。そうトゲで刺しても死なへんし爆発でめっちゃ赤い顔するやん。もうめっちゃ気になんねんけど寝てきますね大丈夫ですか？大丈夫ですはい、エンポリオイワンコフホルホルの実ですね。おお。さまざまなホルモンを生成し対象の生物を変化させることができるということで、はいどうですか？イワスクールニークを作りますね。なんだっていや、イワスクールニークを作りますね。どういうことです？整形手術とかをしたい人にうんウェイやってうん元でただやからめちゃくちゃ儲かる。はい。稲妻チョキチョキの実ですね。腕をハサミに変え物を亀のように切り取り操ることができるということで、
これ意外とよくわかんないんだよね、この能力ね。よくわからん。強いのはわかるんだよ、そのインペールダウンでも。だから螺旋階段みたいなバーって急遽作ってやってたからすごいのはわかんないけど、どう活用したらいいんやろうなこれ。まあ、ワクワクさんになることですかね。どういうこ今日は何を作るのゴロリくんみたいな。あ、逆やな。と？何ゴロリ。はい、エドワード・ニューゲートとマーシャル DT1、はい、グラグラの実ですね。振動を発生させ地震を引き起こすことができるということですか。どうですか？人工地震を起こす。いや、都市伝説ですか。でもさ、実際にグラグラの実、まあもちろん地震、雷、火事、親父ってこの世の中でも言う通り、まあ自然界では地震っていうものが一番怖いと、まあ、されてるので、まあ最強っていうのは分かんないけど、そうよ。でもちょっと今昨今地震多いやんか。多い多い。だからどういう使い方するのかなと思わへん。なんか、まあ、積水ハウスに就職するとか、どういうこと？耐震実験とかやってるやん。あれを使えばタダでできますよみたいな。あ、積水ハウスお抱えの地震職人になるみたいな感じ。なるほど。はい。今日そういう風な立ち位置なんですか？そういう立ち位置っす。まだめっちゃ続くよ。今日大丈夫？もう20分ぐらい回してるの。きつ。はい。続いてダイヤモンドジョーズ。はい。キラキラの実なんですよね。はい。これ知らなかった人多いんじゃない？キラキラの実って。中から出たんですよね。ビブルカードね。はい。それまでは石の実とかさ、そうそうそう。ピカピカの実、まあピカピカの実をかぶっちゃうんだけども、まさにキラキラの実だったっていうのは、多分ビブルカード一僕衝撃的な事実だったね。おお、まあ確かに。続いてフラメンコ、ポケポケの実。これ最近発覚しました。SBS でね。98巻の SBS で発覚しましたけども、体に無限のポケットを作り物を出し入れすることができる。こちらもね、やっぱりさっきのブルーノと同じように4次元的な感じしませんか？いや、すごいよね。4次元ポケット。そう。ね、ドラえもんごっこができるね。そう、ドラえもんごっこができるんですけど、無限のポケットを作りっていうのは、例えば1個じゃないんだよな。そうそうそう。たくさん作ることの意味ってなんかあんのかな？1個でよくない？無限だったら。サブみたいな。どういうこと？ドラえもんもサブポケットってあるよ。スペアポケットな。そう、スペアポケット。あれと同じ概念じゃないですか。なるほど。おつるさん、ご消臭の実ですね。あらゆるものを洗濯物のように洗い干すことができる。はい。クリーニングの能力ですね。はい。バンダーデッケン、的の実。はい。手のひらで触れてメモリーした相手をいついかなる場所からでも的を定めて狙うことができるということで。ダーツ世界一目指すね。シモン十字派って言わなかったね。そっちか。なるほどね。誘惑ね。はい。トラファルガーロー、オペオペの実ということで、一定範囲内の物体を改造したり位置を入れ替えたりすることができる。能力者の命と引き換えに不老手術が行えるとされていますね。まあ神谷先生の上位互換よね。びっくりした。今なんか声優さんから思った一瞬。神谷博さんから思った。いやいや、萩に要からの流れかなと思いましたよ。なるほど。はいはい。だから誘惑の情報が今錯綜してるんですよ。そう、錯綜しましたね。テロップちゃんと出てるから。はい。まあオペオペの実はね、50億ベリーぐらいこう取引されるということで、お金儲けとしてもすごくいいんですよ。いや、確かに。でも位置を入れ替えたりすることによって相当チートやな。いやーね、だって動かずに生活できるようになるからすごい便利よね。どういうこと？だから常にもうルーム展開しといて、お茶とか欲しなった時にシャンプルズって入れ替えるんだけど。何と入れ替えるの？なんか近くに枕とか。枕どこ行くの？枕冷蔵庫入るんで。それで金右衛門、ふくふくの実ですね。衣装を作り出すこと。これこそもう現代世の中にとってはいいよね。でも溶けるからね、これ。まあなくなりますからね。でもなんか自分が着たい服とかさ、ふくふくで出して着とくのもいいじゃん。でもどうする？突然裸になってしまったら。いや、自分でコントロールできていい。そんな渋谷の街とか歩いてて急に傷することないでしょ。確かにね。別に水に濡れるとかあんまないでしょ。はい。ベビーファイブ、ブキブキの実。全身を武器に変えることができる。いかがですか？傭兵になるしかない。はい。バッファロー、ぐるぐるの実。体の各部を回転させることができる。これも納得いかないことが1個あって、飛んでたやん。回転させたかって、あんだけの重さあったら飛ばれへんのんちゃう？でもタケコプターでも飛んでるし。タケコプターは未来の発明なんで、体の一部を回転させたかってと思えへん。俺らが知らんぐらい高速回転してるんよ。そう。なるほど。一生、ずしずしの実。重力を操って物を浮遊させたり、隕石を降らせることができる。もうこれはすごい預言者になれるね。そのノストラダムス的な。そういついつ隕石降りようっつって自分でコントロールするの。そう。あれさ、大事なのはさ、結構そのグリーンビットの時にピンポイントで狙って隕石を、あれがすごくない？いや、えぐいよ。隕石を呼んでくるとこまでは理解できるけど、ちゃんとその人たちが瀕死になるぐらいの大きさのものを選んで、あの場所に寸分狂いなく落とすって
って相当だと思うねんな。そう多分さ能力って授かった時にちょっと模索する思うねん。するどこまでのものやったら寄せつけられるのかなみたいな。じゃあ隕石もしかしていけんのかなってなった時に、もしコントロールできてない時にやっちゃったらものすごい巨大な月とか引っ張ってきてもらって「いや地球終わった」みたいなならんのって。いやそれからさありますよね。おるよな。ちょっと一生みたいなまだまともな大人が使ってるのがあれやけど、じゃあ仮にね月とかを降らせることができるようになったら、い変なしもう世界ひっくり返るレベルちゃうよ。いやそうよね。ワンピースそもそもなくなるんちゃうみたいな。続いて全部ある。黒ずみセミマルとバルトロメオ、バリバリのみですね。おお。はい、指を結ぶことでバリアを作りが出すことができる。はい、ちょっとやってみて。バリア。弱そうなバリア張ってんなこれ。はい。はい、どうですかバリアを作るっていうのは。迷路作るね。迷路。そうよくあるやん、鏡とかでさ巨大迷路作ってみたいなやつ、うんあれと同じで透明の壁で迷路作る。もう一生出てこないそれでレオ、縫い縫いの実、あらゆるものを縫い付けることにできる。これはもう完全にガリバー旅行記のさ普通の人間に対して小人が、縫ってたやんちょっとね。縫ってた動かないように、縫ってるというか結んでたというか、それになぞらえているレオならではの能力だと思うんですけど、実際にこれ強いんかな、どうなん。服作るのには便利じゃない。なんでこうやっていっぱい簡単に速攻縫えるから。でもそのミシンとかも全然いいやなんか。いやそうよ。だから縫い縫いのなんか有効な使い方ってもっとないんかなと思って。まあないんちゃう。でレオってやっぱすばしっこくてちっちゃいから、すげえいいなと思うけど、じゃあ投薬をもっと取ってとかはない。まあ服作るね。ユニクロに就職するわ。言ってるよ。続いてビオラ、ギロギロの実、これ僕めちゃくちゃ欲しい。まあどこでも何でも言ってますけども、これが僕結構最強に近いというか今一番食べたい実なので、八方 4000km にわたって千里眼を使うことができる。心の中を読んだり壁を透視したりもできる。どうですか。まあ文春に就職するね。なんでエースライターになれると思う。ありとあらゆるところ見れるし、ありとあらゆる人の感情読めるから。まあ感情読めるってでかいよね。さっきのスケスケの実なんかは例えば女風呂に潜入するとかできたとしても、それに行かなきゃいけないから自分が。そうやね。こちらは視線さえ飛ばすの見れるっていうのはでかいし、強すぎる。そう例えばねビジネスシーンでは相手がどういう商談で思ってるかっていう心を読めるし、カジノなんかでも相手がねディーラーがその何を思ってるか読めるし、じゃあ自分のことが好きかなどうかなっていう女の子に対しても聞けるってのはすごいよな。めちゃくちゃいいね。続いてジョーラ、後々の実。この強さねいまいちよく発揮できてないと思ってるけど、結構強いと思うんだよね。人や物をアート作品に変えることができるということで、なんかチョッパーとかもなんかいい感じになってましたね。でもっとなんか有効な使い方できへんのかな思って。ね、なんか後々の実ってどうすか。僕やったらバスターコール店に出店するね。一番しっくりきた。ケリーファンク、ジャケジャケの実ですね。これもね神木君と一緒に討論しましたけど、実は弱いんじゃないかと。弱そう。そう、自分がジャケットになってもそれを着る人が弱かったら意味ないんで操るっていうね。神木君の見解としてはもう世界最強の生物であると思われるズニーシャに対して着させることができた。まあズニーシャはね鼻パオンでジャックを一撃で撃退もしましたからっていう風な活用が考えられると。続いてドン・キホーテ・ドフラミンゴ、糸糸の実、体から糸を出すことができる。雲に糸をかけて空中を移動できたりもしますね。すごいよ。これすごくない。これめちゃくちゃすごい。糸糸の実って弱く聞こえるの。いや聞こえるね。自分の体から糸出せますってなってもそれこそね YouTuber 向きでいやそれスパイダーマンじゃないんやからさ。そうなんか街中をヒューヒューってさまようぐらいしか遊び方思いつかへんねん。俺もそうっすね。そうこれがねすごい五色なんかシャーってやってあんなもん糸でなんか人切れるみたいな。すごい。いやすごいね。しかも空飛べるってどうやってそうや。これほんま雲途中でなくなることもあるやんか。あるある。なくなってもう戻ろうと思ったら後ろの雲もなくなったらどうすんねやろな。次の雲来るまで待っとかないからじゃこうやって待機しても雲出えへんなーみたいな。だってさカイドウは自分で雲を作り出すことができるやんか。作れる。だからどんないかなる状況でも多分飛べる。でも糸糸の実はあれやば雲なくなってもカイドウに電話したらいいんじゃん。カイドウに電話雲すいません雲作りに来てもらっていいですかみたいな。帰れなくなっちゃってみたいな。すいませんカイドウさんみたいな。ちょっと先輩に頼みにくくないですか。確かに。シュガーですね。次ねホビーホビーの実。これトラ君好きなんで解説してもらっていいですか。触れたものをおもちゃにできる能力なんですよね。しかもね従わすことができる上にそう記憶を忘れさせるっていう副産物まであるんですよね。すごい。これどういう理屈なんやろうな。いや分からへん。おもちゃに変えたところまではまあ分かんねんけど、なんで人々がその人がいなかったことの記憶に書き換えられるのかと思ったら
すごすぎる。そう同じくチートのメモメモの実もあるけど、あれはそのちゃんと触れてこうエディットしなきゃいけないやんか。そうそれを上回ってる気しちゃうのよ。ワンタッチやからね。もしかしたら僕らを忘れた第3のメンバーいるかもわからんもんな。確かにね。セニョールピンクスイスイの実ということで、はい、壁や地面を自在に泳ぐことができる。はい、どうですかそこ。YouTuber になるしかないね。これは完全にそうやな。トレーブルベタベタの実、体から粘液を出すことがどうですか。もうちょっと人生諦めるしかない。なんでもうこれは救えない。でもなんかトレーボル自体がもっと強かったらもっと強いんじゃないのって思うんだけど、爆発とかもさせれるやんか。ねえどうなの。まあ弱くはなかったからね。ヒラなんてヒラナミもなんかなちょっとよくわかんないんだよな。フラッグ人間やろ結局。そうですね。自分の体や触れたものを旗のようにはためかせることができるって別にだからなんやねんと思っちゃう。どう。まあ浜風とか見るときに役に立つよね、旗はね。いや浜風って甲子園球場の話してるね。あ、今日風が吹いてるなーっていうのが分かるじゃないですか。ホームラン入りやすいんですよね。そうそうねそうそうそう。どれ伝わってんの。いいか、石井しのみですね。これすごいよね。いやこれは石像動いてみたドッキリが撮れる。もうそう取れんねんけど、そのやっぱりその幹部おってそのディアマンテとかな、そのトレーブル一番強いんじゃない。いやそうや。そうだってドレスローザの街並みがもちろんね石畳ってのは石でできてるっていうのもまあ伏線の一つだったわけや。街並みがね、それも全部自分の体になってあんな巨大な感じで襲ってくるってちょっと怖いよね。続いてグラディウスパムパムの実、自身の体および触れた無機物を破裂させることができる。まあボンボンの上位互換ですよね。そう基本的にねバロックワークスのメンバーの全部上位互換になってるのが、まあ、ドン・キホーテ・ド・フラミンゴのファミリーという、ね、そうはい、マッハバイストントンの実、自分の体重をトン単位で、さっきはキロ単位だったね、キロの実は今度はトンで変えるんで、どうですか。昨日のニトンの CM に出るトントントン、昨日のニトン。ドン・キホーテロシなんてなぎなぎの実、はい、音を消したり周囲の音を聞こえなくすることができる。これもなんかあんま弱いんちゃうのと思うんだけど、どうですか。まあでもこれお笑いグランプリとかのじゃあ M1 とか出るじゃないですか、自分の番以外全部なぎなぎ使っとく。なんでもうそしたらみんな笑わんから優勝できるやん。いやもう放送事故やそもそもね。で僕はほらギターとか練習するときにさ、この空間があればいいなと思うけどね。あれ自分には聞こえるんやっけ。それ自分のはコントロールできるでしょ。あ、そうなんや。その空間の中でロシなんてとローは会話してたんでね。確かにマンシェリーチユチユの実、生物の傷を治療することができる、治癒することができる。どうですか。令和のヘレン・ケラーになる。はい。カポネベッチ白々の実、体を白にして体内に自在空間を作り人を入れたりもすることもできるという。はい。まあ、ディズニーランドに就職するね。なんでいやオリエンタルランドの一角としてそのアトラクションを楽しんでもらうことに。いやよくわかんない城できたら怖いやろ急に。シンデレラ城の横になんか白々キャッスルみたいな。白々キャスター同じやろ。はい、シャーロットペロスペロ、この辺からねシャーロット期続くんでちょっと解説してほしいんですよ。ペロペロの実どうぞ。飴ですね。はい、キャンディーを生み出し操ることで。シャーロットビルレ、鏡ですね。はい、ミラミラの実ですね。はい、カルメルとシャーロットリンリ、魂ですね。はい、ソロソロの実ですね。魂ですね。いやいや魂にだって感じじゃないですか。説明をしてほしいです。説明そろそろの実の説明はちょっとめんどくさいんですよね。いろんな人から魂を取っていろんなものに魂を無機物に魂を吹き込んでなんか動くパレードみたいなのができるようになるからオリエンタルランドとかですごい向いてる能力だと思う。急に突然白できるし謎のパレード始まる。どうなってんのこれ。シャーロットクラッカー、はい、ビスビスの実、ポケットを叩けばビスケットが一つを実現化した能力。まあふざけてるんだけどマジでそうなんだよね。いやそうやで。シャーロットガレット、バタバタの実なんやけど、うちのおかんはマジでマーガリンをバターって言って僕を育てたからそういった不幸な子供がいなくなると思う。どんな情報なの。シャーロットモンドール、まあこれは諸行を目指す人にはぴったりの能力だね。ちょっと説明してくれる。ブクブクの実と言って本を使える能力だよ。その本の中にそのなんか珍しい種物とかを入れて保存させることもできるのよね。燃えない限り最強の牢獄を作ることができるんよ。まあそうだし、その本に乗って飛んだりするっていうのもすごいよね。いやし、そのなんか本の世界だからハリー・ポッターの世界とかを体験させたりとかもできるからユニバの世界に就職したらいいと思うよ。俺って間違いなくワンピースに入るわ。ドラゴンボールとかスラムダンクとかの話で入るってすごくない。鬼滅とかにはちょっと入らないんだけど今。まあ確かにね、ワンチャン鬼化させられる可能性。そうっすね。鬼になろうって言われますからね。そうなる対抗できないから。ち
超前やけどはいシャーロットオペラ生クリームを作り出す実ですね。はいクリクリの実ですねはいシャーロットスムージーまあ絞れるんすよ。もうなんかしぼしぼの実ですね。はいシャーロットプリンはいメモもう編集ができます。人の記憶を書き換えることがいやすごいよ。すごいねそうシャーロット片栗もちもちの実ですね。体は餅に変えることができて餅を生み出し操ることもできますね、シャーロット大福あこれ魔人をねこうやってって魔人って何なんと思うけどな、まず確かに急に魔人ってなんやねんとこれもオリエンタルランドに就職するといいね。なんでそんなアラジンのコーナー限定なんですかシャーロットオーブンこれねすごいのよ。あれとあらゆるとこをこのオーブンのように熱することができるのそうよ。熱々の実ですねそうまさかね海まで熱するとは思わなかったからねいやすごい。ね魚人が危うくねそう煮物になるところだいやからねもうほんまに焼き魚にされたことでしたね。はいシャーロット乳脂はいごちゃごちゃの実ですね。これもねワンピースマガジンで明かされたわけですけどもうんマジで謎なだかいやそうやねなんか10粒と合体できるんやけど食ってるのは乳脂だけやねん。ら巨大化することもできたりするんだけどそう実はこれやり方ではすごい実なんじゃないなっていうそうこれ謎なのがもし自分が血がつながってない双子以外とかでも合体できるのかっていうのがすごい謎なんですよ。でもごちゃごちゃの実って言ってるぐらいだからできそうじゃない卵断食たまたまの実体が卵状になり割れるたびにひよこ子爵鶏伯爵と強く生まれ変わることができるこれよくわからんよね。これもなんか小田先生の遊び心って感じじゃないですかまさにアリスの世界みたいなねそう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 シトロイゼクク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 めっちゃ多いやんなどうしたどうしたあらゆるものを食材に変えることができる、はいとりあえず死なずには済むんかな飢餓みたいな感じ美味しくないらしいけどな。な毛利押し押しの実さまざまなものを壊さず押しのけることができるそうそうそう穴を掘る能力じゃないですね押しのけるんですよねこれねそうやねベロベッティ、はいコブコブはいはいどうですかみんなを鼓舞できます。みんなを鼓舞するってどうなんやろなまあでもねブラック企業とかでもねこれがあればねみんな一生働いてくれるなるからね。ほどまあドラクエで言ったらバイキルトみたいな感じなのかなそうでしょうね。ねえなんかちょっと戦闘力上がるのかなやっぱなうバジル・ホーキンスバラバラの実んわら人形売るしかないねメルカリで。恨まれそうやねじゃあでも強いんだよね戦闘においてもねいや強いよ。しかもなんか自分の命の代わりにその部下の命を一人捧げることで自分は助かるぜみたいなそう分身作れるんですそうね相当強い能力ですよね。自分が受けたダメージを肩代わりさせるって残酷やけどすげえい強いや強い強い。もう無限にだってうんなんか読み読みの実の上位互換か思うぐらいのいやそうよねうん光月時うん時々の実時をかける少女やね。そう自身や他人を未来へ飛ばすことができるこちらも大事なのは他人も飛ばせるということでそう他人なんだねこれもしかして物も飛ばせると思ったんですけど結構いい考察できそうじゃないですかほう時がもしかして未来へ何かを飛ばしてるものがあったとしたらみたいなはいはいはい。すごいよねそうかもねじゃあ最近鳥取砂丘から出てきた50年前のファンタの川も実は時が飛ばした。いやすげえスポットなニュースだあのファンタグレープの感すごかったなすごかったでここからははい劇場版のオリジナルになります、んエルドラゴンゴエゴエの実朝声声さんになれる。はい違います大声を光線にして発射できるっていうのはワギャンみたいな技ですねほこれ1作目の映画なんですよねガスパーデ僕の大好きなデッドエンドの冒険から雨雨の実ですねうほうほうはい続いてベアキングカチカチの実チカチはいこれねじ巻きね体を鋼鉄のように硬くすることができるということではい続いてムッシュールノコノコの実ということではいどんな実ですかノコギリになれる実ですね。毒キノコの胞子を体から生み出し操ることができますねなんでノコノコっていうだからキノコのノコノコあですねそういうことか。はいはいまあはいはいエピソード・オブ・チョッパーで出てきたんでへーまあその毒キノコですねなるほどね。それで四季はいふわふわの実ですねはいはいはいストロングワールドのはい自分自身および一度触れた物体を浮遊させて操ることができるということで、島ごと浮かしたんでそうしかも何個も島浮かしてるんで相当なチャクラがなかったら無理だと思うめちゃくちゃ強い実なんやけど台風に弱くなるのちょっとウケるけどな。まあでもそこはしょうがないよねそして愛はいモダモノの実もともとモサモサと似てるんやそういうのいいからもさもさ私は Z 先生についていくだけ対象の時間を戻し12年若返らすことができるということでなぜ12年なんだろうな干支の1周分ということでねはい、無生物に対しても有効なんだよね自分自身を若返らせることは不可能なんだってだからジュエリーボニーとの能力の差ってどこにあるのかなっていう感じでねジュリーは自分もいけるんちゃう。自分もいけるし、年代関係なくいけそうな気しない、確かに確かに。はい、誕生して12年未満のものに対して能力を使用すると対象そのものが消滅してしまうんだってそれあれやん。裏浦島やん。そうですねでもね思うんやけおうどじゃあ戦いの時にサニー号に触れて戻したらもう一瞬で終わんちゃうと思うけどな
確かにね、うん、それはちょっとかわいそうやからやめたったんちゃう。なるほどなるほど。でウィンズ、もさもさ香川照子さんの声ですよね。大和田女優。そうなの？そうですよ。知らんかった。はい、植物の成長を促し操ることができる。はい。こちらだから逆だよね、進めるっていうかね、時をね。そうやね。続いてゲルドテゾーロ。はい。It's an entertainment! はい、ボルボルの実ということで、一度触れた菌を操ることができる。覚醒すると自らの能力で操ってる菌の状態を感知できるということで、だからちょっと見たいバトルがあって、そのゲルドテゾーロ VS モントエネル。どうですかね、菌ということで。でも金やから雷通したらボロ負けしそうじゃない？でも意外と菌の一部になってたら、自分も菌やから食らわんみたいな通電するんじゃない？ああ、なるほどね。こうルフィに匹敵する雷の宿敵かもなと思うんはいですよ。はいそして田中さん、抜け抜けの実。おお、はい、無機物をすり抜けることができる。ポール抜けフープってことですね。そうですね。バカラ、ラキラキの実。これ欲しい人多いんじゃない？いやこれはすごいよね。そう。触れた相手の運気を吸い取ることができて、他人の運気を吸い取ることで自分の運気を上げちゃう。いやすごい。えぐっくない？これで今すぐラスベガス来たよ。そうやね。ね、ダグラス・バレット、ガシャ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 。触れた無機物を合体させ変形させたりすることができると。物を自身の肉体と合体させたり、無機物同士を合体させ新たな武器を生み出したりすることで、覚醒するとより広範囲にある無機物を集めることができるということで、ほぼ島ごとのね大きくなっとったからね。そうだよね。例えばアラバスタ王国みたいに広い土地だったらどれぐらいでかくなれんのって話じゃない？まあ多分プルトンとかもついてくるからめっちゃ強くなる。あ、ついてきてもうたみたいな。そうそう。お、なんかすごい強そうなの来たぞラッキーみたいな。これすごくない？すごい意味。考察として、もしこれが小田先生が考えた案だったら、巨大兵器のプルプトンって造船史上最悪のなんか化け物みたいな扱いになってて、まあ物っぽいんやけど、過去のガシャガシャの実の能力者が作ったみたいな。いやありえますよ。そうだって人間にこんなん作れんのかみたいなことを言ってたから。なるほどね。ガシャガシャの覚醒した後に作った造形物みたいな。全世界の軍艦とかを融合させたみたいな。はいはいはい。面白くない？なるほどなるほど。ねえ、続いてアン、ビチョビチョの実。ピッピッピピッピ。大事けど。あれ？これスタンピードのね出てきたいわけですけども、はい元はといえば「ワンピースライブアクション3ファントム」で出てきた、ファントはい、僕たちのねチャンネルにも出演してください小島瑠奈さんが演じておりましたけども、ボイスは誰でしたか？早見沙織さんかそうです指原さんですよね。あ、そうですね、はい詳しい。いやこれすごい際どい質問来たなと思って今。いやでも本当にイラストとかも実物化するっていうのはでかいよね、なんか能力としてね。なんか本編で出てきても全然おかしくない能力だなと思って、いやそうよ。まあ、小田先生が考えられたキャラなんでね。は続いてアニメオリジナルいきますよ。はいアピス、誰それ？ヒソヒソの実。お、動物と会話することができる。強っ。ね、どんどんいきますよ。エリック、カマカマの実、かまいたちを作り出すことができる。今ね、ワノ国ね、ジャンプ読んでる方は分かると思うんですけども、かまいたちちょっと重要なんで。そうね。はい。続いて、リリー・エンストマック、ミニミニの実。ミニモミになれる。ミニモリになれる。今の人知ってるミニモニって。自分の体を小さくすることができる、この後紹介するブリューと同じ名前の能力ということで。はい。まずどんどんいきますね。はい。ドン・アッチーノ、い熱々の実。あっちち。はい、体から最高1万度の高熱を発することができる、はいこれどうなんだろうね。さっき上位互換最高感じゃない？だよね。ラルゴ、網網の実、体から粘着性の網を出すことができる。ほう。はい、もう網網って聞いてすげえフィギュア。はそうっすね。あみあみっすね。い、ビル、グツグツの実、ほ体を溶鉱炉に変え体内で鉱物を加工することができる。う。I'll be back。もうそうなんだけどね。ブリード、ペトペトの実、生物を自分のペットにし操ることができるということですごいやん。すごいよね。ここでね、懐かしのクンフージュゴンが出てきましたもんね、このアリオリでね。へえ。バンディワールド、モアワンの意味。これはインペルダウンから脱獄種ですね。触れたものの大きさ、速さを100倍まで高められるということで、100倍ってすごいよね。すごい。どんな感じなの ?100 倍って。いや、遅くない？いや、遅くない？これ多分編集でここで速くなってるから。あ、そうなの。例えばギアフォースのさ、スネークマンとかで使ったらどんだけ速なのみたいな。確かに。ね、もしくはピカピカの能力、光の速さで蹴られたことあるかいみたいな。これおお。使ったら光の速度かける100倍ほんまにいけるのかな。それめっちゃ速いね。ね、お。ガイラン、キュブキュブの実、どんなものでもキューブ状にでき動かしたり積み上げられてってことができる。どうですかこれ？あんまいらんみやね。まあ、いらんよね。アベロン、コロコロの実、はい、体をトロッコに変えることができる。ほう。そうだなこれ。いやいや、シャリシャリの見た感は大概でしょ。何この車力の巨人みたいなやつやんこれ。何これ。いや、これほら今流行ってるやん。プイプイモルカーって感じでね。モルカやな。そしてマッドトレジャー、じゃららら。こいつらはもう死んで
てしまった宝だ。何の興味も俺が言った体から鎖を出すことができる。はい、サイコピー、いろいろ飲み、スプレーで色付けした人や物を周りと同化させる。よくわからんな。これもね、マトトレジャーに出てきましたけど、続いてゲームオリジナルいきますよ。みんなついてきてるよ、大丈夫？今もう50分もやってんの今。もう大変だ。ノコ、ねむねむのみ、笛を奏で相手を眠らせることができる。眠らせた相手に思い通りの夢を見させることができる。すごっ、いい夢じゃん。自分今かかってるでしょ。マジ？ブリュー、ミニミニのみ、さっきも出てきましたけども、自分の体を小さくすることができる。先ほど紹介したリリーと同じ名前の実です。そしてイベントオリジナルいきますね。カメレオーネ、コピコピの実ですね。バーソルソルジャッパー。そうそう、プレミア賞の2012年かな、ボスキャラになるんですけども、こちらなんと小田先生が自ら書き下ろしされているということで。続いてランボルブキーニ、グッツグッツの実、こちらもプレミア賞2013のキャラなんですけど、溶鉱炉人間になることができる。先ほど紹介したビルと同じ名前ですね。ビルディ、コネコネの実、プレミア賞2014、偽物の人間を作り出すことができる。コネを作る能力じゃないんだ。あんた好きね、こうシャンクスコネコネの実一緒に言ってるもんね。コネクションを作るコネクリ回し人間みたいなすごいね。ビルスト、もうビルスト様ですね。ニトニトの実、ニトロ人間になる。触れたものをニトロ爆発させることができるということで、ボンボムの強い版みたいな感じですね。ニトロやからね。ボンボン、ホレホレの実、こちらプレミア賞2015、美白人間になる。光線を浴びた相手を惚れ込ませ、いきなりにすることができる。エチエチな実やね。ワイルダー、プレミア賞2016、ネパネパの実ですね。熱波人間になる。熱波を発生させます。最悪やね、夏にね。そしてポッケ、モノモノの実、プレミア賞2016ですね。人や物を再現することができる。バットワングレイシー、ウテウテの実、プレミア賞2017の登場で発砲人間になる。拳銃や大砲を生み出すことができる。もうちょい名前なんとかならんかったんか。やんそれ。メイロ、ポチャポチャの実、2017のプレミア賞。贅肉人間になる。相手に贅肉をつけることができる。最悪やね。最悪だもん。バルザック、バスバスの実、こちらプレミア賞2019、触れたものを爆弾に変えることができる。で続いてちょっとまだ未だに能力名が分かってないけども、パラメシアではないかというキャラを最後紹介しておりますね。ユースタスキャプテンキット、時期かな、時期ですね。時期ジュエリーボニー、自分や他人の年齢を変えられそうだねっていう、年々の実やね。ウルージ、ダメージを受けると体が巨大しパワーアップする。これはそういう種族なのかもって言われたらそうかもしれんけども、悪魔の実っぽいよねっていう。確かに確かに。スクラッチ目アップ、体が楽器になり音が聞こえる範囲に攻撃できるということで、こちらの弟の実かな、サン・ファンウルフ、能力で体が巨大化してるのかなとは思うんだけど、デカデカの実。なるほど。黒住勘十郎、筆で描いた絵を実体化することができる。これは AA の実。A4 つ？そう。筆とかじゃなくて、そう。クククとか同じテーブル。あ、そう。これ AA と一緒。他にはクククとか A みたいなやつあんの？あるかもしらん。全然ボケへんよ。で最後おたま、頬からきびだんごを出して動物に食べさせて従わせることができるということで、スマイルの能力者にも今現在有効となっておりまして、選挙区が大きく動いていますけども、いかがでしたか？いや、いいっすね。いい回でしたね。今日何してたん自分？ちゃちゃ入れてた。だね。ちゃ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 のみたいな。そう。おもちゃのちゃちゃちゃ。ということで本日の回が良かった人ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後もエンディングくださってありがとうございます。明日はですね、ロギア系行こうと思っていまして、で最後明後日はゾーン系ということで、これも3日間ずっとね何回も見たら絶対悪魔の実詳しくなるんで何回も再生してくださいね。よろしくお願いします。お願いします。それでは See you。高評価してね。今日も一日お疲れ様です。おーい、チャンネル登録してるか？なんなんいきなり。でもしてね。そうそう、 LINE スタンプリニューアルしたぞ。 Twitter、LINE アットもやってるから絶対フォローしてね。今聴いてるオリジナルソングも配信中。お風呂の前はコヤッキーチャンネル。